皆さん、こんにちは。なっしーもこんにちは。本日もよろしくお願いします。お願いします。本日は、オッペンハイマー、ついに日本で見てきたぞ編です。お願いします。お願いします。というわけで、ついに公開されましたね。オッペンハイマ公開ー。されましたね。3月29日ですけど、これを収録している段階では、見てきましたよ。私は見てないんですよ。なので、まずは僕がちょっとどうだったかっていうのをざっくり話した上で、来週ね、ナッシーが見てきて、ネタバレ感想編をうん、後半撮ろうかなというところですね。もう2回目だもんね。そうなんです。私は半年以上前に、半年前にアメリカで見てきて、字幕がなくて何も分かんなかったっていう回をね、かつ、寝てしまったっていう話をちょっと半年前にしましたけど、リベンジですよ、リベンジ。待望の字幕付きで。相棒の字幕付きでね、見た結果ね、まずは前半はネタバレしないですよ。見た結果、やっぱ難しかったわ。おお、むずい。で、最初の感想が困難さなんだ。ごめん、難しかったっていうのは、字幕なしで見たら、それはむずいわなって感じ。わかんねえだろっていう入り組み方。その構造上のね、うんで、その時になんかこう、時間操作してるみたいな話したじゃないですか。うんノーラン時間操作してるよみたいな感じだったんです。やっぱね、時間操作してましたね。こう時系列って普通こう過去から未来にこう流れるじゃないですか。こう一直線で。それがあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。おー、で、なるほどね。集中して見ないと、わかんなくなるんだ。今いつの話してるんだろうみたいな感じでね。へえ。もちろんヒントはあるんですよ。例えばこう見た目が変わってるとかね、こう髪型が違うとか、なんか老け顔になってるとか、こういろいろあるんですけど、だからそれがね、普通はなんかこう、過去、現在とか、なんかそんな感じじゃないですか。すんげえ複数にまたがってるんですよ。こう時系列的に言うと。めちゃくちゃにしてるんだ。見ればね、こういう意図でやったのかなみたいなのはあるんですけど、だからそこ、いや、これ字幕なしで理解するのは無理だわ。そりゃ無理だわっていうのが、まず構造上の問題で。なるほど。無謀なことをしてたなっていう。で、もう一個は、字幕付きで見て分かったんですけど、めちゃめちゃ科学者の名前が出てくるんですよ。で、有名人問題か。でもそれが、その字幕なしだと、分かんなかったんですよね、正直。例えばなんか、あんま難しい人言ってもあれですけど、なんかローレンツさんとかね、なんかそういうのがいっぱい出てくるんですよ、こう主要キャストとして。ちょっとこう、そういう理系っぽいところをかじった人間だったら、はいはい、この人ね、みたいな感じであったりするんですけど、もうなんかそこら辺完全ノータッチの人だと、それが有名なのか無名なのかも分かんないじゃないですか。なるほど。これはね、難しかったと思うね。なるほどね。なんかこう理系の、ここ100年の科学者に明るいかどうかっていうのも一つこの作品を理解する上で、ポイントになるな、みたいな感じ。だからね、最低でも、オッペンハイマーのウィキは読んどいた方がいいと思う。それぐらいなんだ。それぐらい、もう結構なんだね。だってほら、彼の功績自体は、ぶっちゃけ有名っちゃ有名なんでね。じゃあ、これなんかいつどこで何してたんだろうぐらいは、なんか、抑えないと、さっき言ったこう時系列がめちゃめちゃ飛ぶじゃないですか。マストですよ、マスト。こんなに大変なのか、追うの。ウィキマストって意外ならでも、そうなんだね。ウィキマストですよ、これは、マジで。いや、なんかね、全く何も知らない状態で、こう、デューン砂の惑星パート2から見るのよろしく、いきなり言われてもいいんですけど、なんかね、結構、むちゃむちゃ会話劇なんで、基本的には。なるほど。これはね、なんか、こう、科学の教養が問われるやつでしたね。よかっ例えばなんかこう、マンハッタン計画とかトリニティ計画とか、そういうの聞いて、なんか、パッとどういうものか、浮かびますかとかね。浮かんだ方が楽しく見れるんじゃないっていう。あとは、フェルミ推定のフェルミさんについて知ってますかとかね。なんかそういう感じ。本当になんかそんな感じでなんかもう、聞いたことあるな、みたいな人がなんかポン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 出てくるんですよ。だからね、知ってるとより楽しいみたいな。なるほどね。あるじゃないですか、いろんな作品見てるときもさ、なんかこう前作のキャラが出てきたらちょっとテンション上がるみたいなあるじゃないですか。呪術廻戦ゼロ見てきてたら、呪術廻戦とある人物が出てきたら嬉しいみたいなのあるじゃないですか。その感覚になれるかどうかってことですよ。なるほどね。
あ、ここで出てくるんですかみたいな感じのね。だからまあさすがにそれをね、全部把握するのは大変だと思うんで、最低限、そこで引っかかんないように、オッペンハイマーのウィキは読んどいた方がいいと。いや、有用なアドバイスですね。我ながら有用なアドバイスですね。よかった。まあ、でさらに言うと、まあ、当たり前ですけど、この第一次世界大戦とか第二次世界大戦、まあ、特に第二次世界大戦ですけど、日本史だけじゃなくて、なんか世界でどういうことが行われてたか、ちゃんと知ってますかとかね、なんかどこが戦ってたか分かってますよねみたいなね。少なくともほら、日独伊三国同盟でさ、日本、イタリア、ドイツはなんかファシストみたいな感じで扱われて、西洋社会から見るととか、あとはじゃあ第二次世界大戦が終わった後に、冷戦って呼ばれるものがありましたけど、冷戦ってどことどこの対立ですかとかね。そこら辺はなんかまあ知ってて当然だよねみたいな感じで進んでいくって感じ。なるほどね。じゃあ、小学生とかはきついかもしれん。楽しむという意味ではきついと。なるほどね。もう一点、例えば原子爆弾というものが、なんかどういうふうに作られて、どうなっていったかみたいなのは、まあ日本人だと誰でも知ってるじゃないですか。そこが分かってれば、なんか大筋はつかめるけど、3分の2ぐらいはなんかつまんねえ会話してんなみたいな感じに、そうな感じの会話劇って感じ。そこはね、ちょっと注目って感じですね。なるほどね。なんか意外さも感じるけどね。それがアカデミーっていう、万人受けしなさそうな説明のように聞こえるけど。万人受けはね、だからなんかいわゆるなんか痛快面白かったみたいな作品ではない。でもほら、アカデミーはさ、アカデミーっていうぐらいだから、社会的メッセージを高尚な作品に仕立てる作品を評価するじゃないですか。そうね。そうね。アカデミー賞ってなんかそういう政治的メッセージ絶対入ってるじゃないですか。今取らせるのはこれだよねっていう感じの。そうね。そういう意味では、まあ、まあ、いわゆるちょっとそうか。そういう面があるのか。なるほどね。だからヒーローものがさ、アカデミー賞取らないようにさ、いわゆる格好つきでね、上品な作品が取るじゃないですか。そうね。で、時間はどれくらいなんですか？時間は3時間ぴったりですね。おお。まあ。でもね、1個、ちょっとヒントを与えておくと、ヒントっていうか、時間のヒントを与えておくと、僕はその長さは気にならなかったんですけど、おおむね、3時間あるうちの、ちょうど真ん中ぐらいで、初めて、日本っていう単語が出てくるんですよ。その時にちょっと会場が一瞬凍った気がしました、僕は。あ、マジで？あ、そうか、こっから日本の話が始まるんだっていう感じの。それは日本の劇場だからあっただろう雰囲気ってことか。そう。だから今日初日じゃないですか。で、今日来てる人たちはさ、まあ意識高い人たちなわけですよ。わざわざね、プロ野球開幕の日にオッペンハイマー見に行こうっていうね、3時間かけて。物好きだな、確かに。プロ野球の行ってわざわざそう。今日来てる人は物好きじゃないですか。映画好きからどっちかじゃないですか。わざわざ初日に来なくてもいいじゃないですか、別に。初日に来てるぐらいのまあ、興味関心がある人たちなわけですよ。映画の中で初めて日本って出てきたのが、まあ、おそらくちょうど半分ぐらいなんですよ。その時なんか、うわって感じよね。こっから日本の話になるのに。で、そっからはね、なんか僕ももう感情ぐちゃぐちゃですよ。ああ、そうなんだ。感情ぐちゃぐちゃですよ。結構我々ジャパニーズが見るっていうところはぐちゃぐちゃになる感じの。そうだってさ、ほら、日本側の視点ってさ、僕らさまざまな作品を通してさ、知ってるわけじゃないですか。ここ最近だと、世界の片隅でとか。もう、それがもう、記憶の中、ね、まあ、裸足の弦から始まり。そうね、我々は。蛍の墓もちょっとかすめみたいなね。いわゆる戦時中の日本については僕らも膨大な記憶が入ってるわけですよ、作品を通して。それが一気にフラッシュバックして、そういうのもあって、ちょっと個人的には感情ぐちゃぐちゃになったなって感じ。なるほどね。ただそこら辺はね、オッペンハイマーでは一切描かれないんで。一切描かれない。日本側の視点っていうのは一切描かれずに、基本的にアメリカからの視点っていうので描かれてる。昔ね、ハクソーリッチっていうまあ、日米の沖縄戦を描いた作品があったんですけど、アメージングなスパイダーマンが主役の作品なんですけど、あの時もね、なんか感情ぐちゃぐちゃになったんですよね。
視点はずっとこう、アメリカ視点じゃないですか。うん。でも戦ってるのはこう、日本兵なわけですよ。うん感情ぐちゃぐちゃみたいな感じの。そう。なんだろうな、プライベート・ライアンを見たドイツ人はこういう気持ちだったのかなとか思うんだけど。ああ、そうね。歴史ものだったらね、誰にだってあるもんね、立場が。っていう、なんかそういう、こう、日本ならではのこう視点はありましたけど、ちょっと、ああ、本当ちょっと絶対見るし楽しみだけど、少し苦味もするんだね。まあ、だってもう作品もテーマ的にさ、なんかこああ、そうだよね。う、痛快サクセスストーリーではないじゃないですか。まあ、そうね。私たちが笑えるわけないっちゃ笑えるわけないの。で、できればもう一人だけ、ちょっとウィキ見といてほしい人がいて、はいはいはい。まあ、今回ね、オッペンハイマーで、助演大入賞を取ったじゃないですか、アカデミー賞で。アイアンさんですか。そうアイアンマンことロバート・ダウニー・ジュニアが取ったじゃないですか。ってことは、まうん。あ、助演男優賞取るぐらいだから、まあ、評価されてるし、まあ、重要なキャラクターってことじゃないですか。うんうん。そこも、その人も見といた方がいいかなって感じ。い誰なんだろう、知ってる名前、有名な人ですか？や、全然、普通は知らないと思う。ルイス・ストローズさんですね。全く知らないですね。宇宙飛行士っぽい名前ですね。まあ、なんか政治家って感じ。政治家って感じ。政治家。政治家じゃなくて、まあ、政治家だけど、まあなんかこう、なんだろうね。まああくまでこの作品のキャラクターとしてね、作品のキャラクターに対して愛を込めて、あのハゲと呼びたいなと思います。マジあのハゲみたいな感じですよ。やってんなって。そう。まあ、あんま言うとよくないですけど、まあ、ルイス・ストローズさんっていう、そこも見といた方がいいかなって。まあ、じゃあ多分、ウィキがね、英語版しかないんで、なんかまあ、日本語で紹介されてるなんか記事とかあればって感じ。難しいね。今検索したら、ネタバレに触れちゃいそうで。あとは、うんうん。まあ、別にこれはまあなんかわざわざ調べるまでもないんですけど、なんかまあ、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン覚えてますか？覚えてますよ。あれってなんかほら、元ネタはさ、なんかこう、FBI 誕生の話だったじゃないですか。うんうん。その時にさ、なんか FBI の初代長官の話したの覚えてます？覚えてます、覚えてます。江戸川さんだっけ。ジョン・エドガー・フーバーですよ。で、なんか後にね、ディカプリオが、なんか J. エドガーっていう作品で主演したよみたいな話した、うん。今回もしっかり出てきますよ。また出てきてんのか。すごいね。そう。やっぱ近現代のアメリカを語る、アメリカの政治を語る上で、この人、いつも出てくんだって感じのね。それ最終的にはボスみたいになってってるんだろうね、その江戸川の方ね。そうね。そう、だから今回はほら戦後だから、まあもうしっかりもう重鎮的な感じです。政治の。もうそうか。ロー江戸川が出てくるのか。ローエドガーが出てくるわけですよ。戦後のね。この人72年に亡くなりますけど、まあそのね、設定としては約20年前、2、30年前が話って感じなんで、まあちょうど油が乗ってる頃かなっていう感じなんで。うん。ただそれも、よくよくちゃんと名前見てて、こいつがフーバーかって思わないと、わかんないとは思うんでね。フーバーって呼ばれてる。そう、フーバーって呼ばれてる。フーバーか。フーバー長官って呼ばれてる。フーバーね。なるほど。お前がキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンの裏側にいたやつかみたいな感じで。要チェックですね。フーバー。最後のプロパガンダ仕掛けたのお前かみたいな感じ。でもまあ、そんな悪どい感じではない。悪どい人でもない。なんとも言えない人なのね。なんだろう、今回はなんか、大統領の横にいる人って感じ。は。ポジション的にはね。だからずっとなんか半笑いなの。ずっと半笑いで。そう、そう、なんかもう、見てからお楽しみって感じでね。だって、フーバーが長官やってる間に、大統領8人変わってますからね。いやー、すごいね。それは、フーバー先生みたいになるね。もう日本でそういうことあんのかな？あんまない。あるんじゃん。どうなの？そっちの方が起こり得そうだけど。いや、例えばほら、日本で言うとさ、違うけどさ、警視総監みたいな感じじゃないですか。でも警視総監ってそんな任期長くなかったりするからね。で政治家もさ、嫌じゃん。なんか自分の言うこと聞かない官僚みたいなのいたら嫌じゃないですか。嫌だね。だからあんまね、そんな、そう。それこそだから、徳川将軍変わってもいる林羅山みたいな感じで、江戸時代だと。違和感があるかもしれないね、確かに。まあ違うかもしれないけど、その天皇家変わっても平家がいるとかあるじゃないですか。ああ。もしくはなんかね、天皇変わっても陰性敷かれてますとかあるじゃないですか。うん。日本史で例えると、そんな感じじゃないですか。そういう異様さが。後半ね、何代目からか、あとはなんか妖怪みたいな扱いになってんだろうなとか、勝手に。演技はどうでした？俳優さん。やっぱり、
いや、グッとくるものがある。まあ、演技とかね、もうなんか、こう、言及するのもおこがましいぐらいな感じじゃないですか。だって、あ主演男優賞と助演男優賞取ってんでしょもう言うことないじゃないですか。まあ、あとね、こう、ノーラン監督の過去作品の、うんうん。で、見かけた人がなんかちょいちょい出てくるなって感じのね。やっぱ、あ、ノーラン組的な感じの匂いもしつつ。嬉しいですね。で、あと、その半年前に見たときさ、なんか、たまに起きたって言ったじゃないですか。寝ながら見てたまに起きたって言ったじゃないですか。うん今回はっきりしましたよ。僕が、はっきりと目覚めたシーンっていうのが何か分かりました。うん。おうおう。途中でね、なんかみんなで、こう、盛り上げるために、足をバタバタさして、こう音を鳴らすシーンがあるんですよ。はいはい。ダッダッチャーみたいな感じで、こう、なんはい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 か足を、なんか楽器じゃないけど、こう盛り上げるためにやるじゃないですか。なんかそれのすごい版みたいなところがあるんですけど、半年前の僕はそこで必ず目を覚ましてたってことに気づいた。そんぐらいね、うるさい。うるさいし、めちゃめちゃ。すごい音だったんだ。でね、開始わずかね、2、30分ぐらいでなんか、1個濡れ場があるんですよ、濡れ場が。はいは半年前の僕はね、その濡れ場知らなかったです。い。いや、じゃあもう、驚異の睡眠時間が測定されたわけです。そう、そう、割と序盤に濡れ場があるとか思いながら。ちなみに濡れ場の相手はちょっと誰かっていうのはちょっと言わないでおきますけど、ネタバレになるんですか？デューンに出てきた人って感じですね。デューンに出てきた誰かって感じですね。まあでも楽しみですね。感情ぐちゃぐちゃが、心配っていうわけじゃないけど。いや、まあなんか、なんともわかんない気持ちになったんですよね。まあ、今日見たばっかっていうのもあるんで、まだ整理もついてないんですけど、なんだこの感情はみたいな感じ。まあ、でもしかしたらでも科学者も多分似たような気持ちだったのかなとかちょっと思いながら、科学的にできることをやるっていうのと、それがどう使われるかっていうのはまた別次元の問題じゃないですか。まあ、仕事としてやる部分と、ヒューマニティとしてどうかみたいなところとかね、そこら辺の難しさはあるかな。まあ、とにかくね、なんかこう、1900年以降でいいんで、それぐらいからの、なんかこう、アメリカ史とか、第一次大戦、第二次世界大戦についてちょっと知ってるとか、戦後、国際情勢がどうなっていったとか、なんかそこら辺ちょっと明るいと、まあ、より楽しめる作品かなとは思いますね。まあ、時間はね、そこまで複雑ではなかった。集中して見てれば、終えるかなって感じだけど、まあ、いかんせん登場人物が多いんでね。登場せずに名前しかなんか名前だけ登場みたいな感じも結構多かったりするんで、ちょっと集中しとかないと、あいつどこのなんだっけみたいな感じになると。それこそ字幕ありで見たとしても、なんか一日頑張って、なんか夜とかにレートショーとかで見たら、なんか爆睡の可能性はあるよね。ああ、出てんじゃん。ちょっとノーランっぽいと。ノーランの良くないとこ。ダンケルクっぽいのかな、じゃあ。静かさで言うと。確かにね、そう、ダンケルクっぽさは、いや、まあ一番近いのはね、なんか、そう思ったんだよね。うわ、これに近いな、みたいな。一人の人間、なんかこう、一人のなんか、まあ孤独っていうとあれなのかもしれないけど、孤高の天才みたいなのを追うという意味では、ソーシャルネットワークじゃないですか。まあ、ノーランじゃないけど。あの感じのトーンがあるとね。なるほどね。あれも確かに孤独感、上手に出てた。で、なんかちょっとこう、冷めた視点というかね、映像的にも、ソーシャルネットワークはフィンチャーですけど、なんかちょっと、ソーシャルネットワークのなんか笑えるシーンを引いたみたいな感じとかね。まあ、会話劇っていうところでは、でもなんかね、本当なんか、デビッド・フィンチャーっぽいノーラン作品だなと個人的に。ゴーンガールとかさ、あるじゃないですか。はいはいはい。なんか僕の中でのデビッド・フィンチャーはすごい、なんか悪く表現するとね、いや、これはちょっと言えないな。これは言えないけど、いい女を出すっていうね。はいはいはい。フィンチャー好みの、なんか、その時一番いい女を出すっていうのが、なんか、ある気がするんですけど。確かに。好きそうというか、わかるね、そのか。今までノーラン作品って濡れ場なかったじゃないですか。そんなに、オッペンハイマー、重要なんだね、結構。女性っていう、そういう解釈になるんじゃない？いや、僕の解釈は、多分、ノーラン監督なりの、こう、挑戦だったんじゃないですか。濡れ場をやるっていうのは。いや、挑戦って言うとあれだな、なんかもうちょっと幼稚な気持ちというか、憧れじゃないけど、俺だって濡れ場できるよ、みたいな感じのね。ノーランはできないとか、一部の書いてるけど、俺だってできるよって。わかんないけど、僕こんなこともできますよ、みたいな感じのね。なんか今までなかったなって感じでね、ちょっとびっくりした。だからそこら辺がなんかこう、割とフィンチャーのやつってこう、
まあ、濡れバットまでは言わないけど、こう、セクシャルなシーンって描かれます。なんかそれ身を感じたというかね。まあなんか確かにね、似るって感じもわからなくもない。まあ、どっちもね、僕の好きな監督っていうのは、まあ、共通点としてあるのかもしれないですけど、続きは、正解はまた1週間後ということで。ネタバレへんね。いや、楽しみですね。やっぱり楽しみよ。3時間ね、質がいいアトラクションを準備してきてくれたっていうのは、ありがたく享受しに行きますわ。ストーリーに関しては、まあ、あんま語ることなくて、実は。だって、うん。歴史的事実みたいなところがあるんでね。うん。まあ、多分求められてるのは、もしかしたら解説とかの方なのかもしれないですけど、まあ、見ないとまずは見てってところじゃないですか。うん。言うてね、アカデミー賞作品賞ぐらい見てもいいんじゃないですか、映画館で。なんかおすすめとして。いや、いいんじゃない、年に3本見るってさ、そのうち1本がアカデミー賞作品賞でいいじゃないですか。まあまあ、確かに。アカデミー賞作品賞をドラえもん、コナン君って。まあそれね、もしかしたら最適解かもしれない、本当に。日本の。年に3本しか映画見れませんって。で小学生の時はそれをちょっとどっかポケモンに変えるみたいな感じでね。じゃあぜひ、なしに楽しんでいただければと思います。はい。また、この後にまたネタバレ、来週話しましょうということで。ネタバレ大解放編で。というわけで、ネタバレ聞いてもいいよという方は、数秒お待ちくださいというわけで、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、1週間お疲れ様でした、なし。お疲れ様でした。だからコロナかかってたらしいじゃないですか。そう。まあまあ、それは置いといて。まあ見ました。見ました。じゃあ、ここからは、2人とも見たということで、オッペンハイマーネタバレ感想編ということでやってみましょう。いかがでしたか、オッペンハイマー。いや、面白かったですね、やっぱり。やっぱりアカデミー賞大賞。3時間全然長くないですね。あ、本当。あと、僕が言ってたなんかちょうど真ん中で、なんか日本と日本が出てきたとき、ちょっと会場がピリついたって話したじゃないですか。どうでした？なし的には会場はどうかわかんないけど。大賞は確かに分かんなかったですけど、あれは、なんか確かにピリつくというか、転換点がある気がする。俺日本人なんだなってすごい思ったね。オッペンハイマー見たとき。あ、こっからそうかみたいな感じじゃないですか。そう。あ、落とされるんだって思うよね。そうね落とすんだじゃなくて。そうね。そうね。これを俺たちにっていう、やっぱりそういう感覚になったね。教育の賜物だよね。なんというか。いや、本当よ。本当。膨大なさ、日本側の視点をいろんな作品でこう見たみたいな話したじゃないですか。だからもうなんかそれをこうフラッシュバックしてもなんかもう呆然みたいな。そう、本当に。感情がわからんみたいな感じになりました。でそっち側に立てなくなってくるよね。日本人は。オッペンハイマーの中ではこう日本でどうなったみたいなのはこう描かれてないじゃないですか、基本的には。そんなにね、そういうのじゃないもんね。きっかけとしても、罪悪感あるとして。シンボリズム的な感じでね、こう火に包まれるみたいな映像はあったりするけど、まあ基本的には日本を描いてないけど、まあ、そういう、なんだろうね、まあ、かっこつきで、まあ日本で普通に暮らしてきた人たちだったら、こう日本側の視点がそこでどうしても想起されてしまうというかね、っていうのはあるかなというところですよね。そう、それはすごい思ったね。まあちょっとあれからね、こうちょっとちょいちょいこうオッペンハイマーのことをこう想起してたんですけど、この映画優しくないよね。どの優しさを言ってるの？エンタメ性というかさ、設定全然してくんない優しさがないってこと。確かにね。ちょっとなしに警告はしましたけど、ちょい話していくとさ、まずこう、大きな構造としては、まあ戦前戦後で分けていくと、まあアメリカがどこと戦ってたかっていう話で、まあ戦前はいわゆるこう、日独伊に代表されるような、こう、ファシズムとの戦いみたいなね。まあちょっとね、こう日本人としては、いや、ファシズムかっていう、ちょっとね、思うところは、まあ一旦置いといて、もう米国して、どう描かれてたかっていうところで言うと、ファシズムとの戦いじゃないですか。それがこう戦後は、いわゆるこう共産党、コミュニストとのところ戦いになっていくっていうところ。だそのためにこう戦前、こうちょっと、あれ、共産党寄りかなみたいなところも、まあまあ目をつぶるみたいなね、ところもあったりして。っていう、こう、なんかこう戦前戦後でこうアメリカが何と戦ってたのかっていうところの説明がまずないじゃないですか。確かにね。まあ、皆さんご存知のって感じじゃないですか。そこの優しさがないっていうのが、まず1点。確かに全くなかったね、そのあたりの
そう。だから、そこら辺の知識がないと、共産党員なんでこんな責められてんのみたいな。共産党ってなんかそんなカルトみたいな扱いなのみたいな感じになっちゃうじゃん。そこの、歴史的背景を知らないとっていうところ。確かにね。だから、1ミリも説明してくれない、1ミリも。1ミリもなかったかも。気がする、そう。それは。ね、もう知ってて、知ってますよねっていう感じで進むっていうところが優しくないポイント1っていうか。確かにね、わけわかんなくなる可能性もあるね。よく考えたら。で、優しくないポイント2がさ、うん。この科学者誰問題みたいな。まあ、最悪、ローレンツは、まあ、OK と。ローレンツとフェルミは、うん。まあ、みたいな感じはあるけど、なんかその後どういうやつになるかみたいな、1ミリも説明してくんないじゃないですか。全然わかんなかったね。だからたくさん出てくるけど、これ、覚えた方がいい人なのか、忘れてもいい人なのかも判断がつかないというかね、この知識がないと。そうね。なんか、この人誰だっけみたいなのも、共産党関係とかで思いそうだもん。この名前誰のこと言ってんのみたいな。登場人物多いかつ、うまくそこら辺の整理は繰り返ししてくれるわけじゃないんで、ちょっと混乱しがちみたいなと。優しくないポイント2かなというところです。まあ、これ本当に字幕なしは無理なんじゃないですか。だいぶ無理ゲーだったんじゃないかと思いますね。いや、無理ゲーでした。優しくないポイント3つが、時系列問題でしょ、時系列問題。今回さ、うんうん。時系列が3つあるんですよね、3つ。3つ ?2 つじゃなくて。いや、これ実は3つなんですよ。3つなんですよ。まず、うんうん。まずね、じゃあ、カラーとカラーじゃないところで分けるよ。うん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 。まずカラーは、まあ、これはね、いろんな、なんだろう、解釈の仕方はあると思うんですけど、まあ、うんうん。部分は、まあ、オッペンハイマー視点と言っていいんじゃないですか。うんうん。ね。そうだね。で、カラーじゃないところは、一応ライバルとして描かれてるストローズです、ストローズ。うん。おっさんしてるね。ちょっとなんかまあ、アイアンマンでいくか、アイアンマンで。アイアンマンね。ルイス・ストローズは今回、アイアンマンと言います。ロバート・ダウニー・ジュニアが演じてるんで、アイアンマンと言います。はい。はい。そうだからモノクロのところはアイアンマン視点ですよ。うんうんうん。そのカラーのところがさらに2つに分かれて、戦前戦後ですよね。うん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 。で、それがさ、あ、あのそうかそうか。うんうんうん。なるほどね。はいはい。一応ね、年代的に言うと、まあまあ、その戦前はまあね、その第二次世界大戦の日本への原爆までがおおむね描かれるんで、まあ1945年としましょうか、分かりやすくね。うんうん。まあ、ぐらいって感じじゃないですか。で、カラーのオッペンハイマー視点だと、多分その公聴会ですよ、公聴会。うんうん。ごめん、公聴会じゃないわ。聴聞会だ、聴聞会。弔問会。うんうんうん。聴聞会ね。密室で行われるみたいなね、感じ。うんうん。で、あれが確かで、何年だったっけな、50、10年後ぐらいかね。なんか、老け具合のメイク見る。54年かな、54年。まあ、モノクロ。アイアンマン視点のところは59年ですよ。うん。さらにその中でまた行ったり来たりするじゃないですか。最後の方ね、なんか、アイアンマン視点の回想とか入ってくるじゃん。59うん年視点の回想みたいな感じで始まっていくじゃないですか。うんうん。そうやってなんか時系列が結構バラバラに描かれてるじゃん。しかもなんかね、字幕も一切出ないじゃないですか。そうね。今何年ですみたいな、老け具合で判断してくださいみたいな感じで、ね。で、なんか本当になんか最後の最後さ、なんかオッペンハイマーがなんか受賞しますみたいなね。うん。だいぶ後っていうことでしょ、あれ。そう。でもあれなんか63年らしいんですよね。63年らしいんですよ。あ、じゃあ結構、そうか。そんなに変わんないっていうね。なんか、ちょっと老けたな。あの時の奥さんいい顔してたなっていう。すげえ嫌な顔。ね、口の中で。そうそうそう。おめえとは握手しねえけど、ね、最高でしたね、あの顔ね。最高でしたよ。よかった。あの人かっこよかったね、なんか、全体的に。うん、女性像も、演技も、演者も。ちょっとね、芯がある女性って感じでした、ね。うんうん、っていうのが優しくないポイント3番目ですよ。時系列がバラバラで基本説明してください。いや、本当にね、なんでだろうね。毎回キャパオーバー狙ってくるよね。そんなことないかもしれないけど、ノーラン監督。やめてよ、テネットの悪口はやめてくださいよ。完全に俺も今テネットのこと考えながらいや言ってたけど。ダークナイトとか、インターステラーは
そこら辺の混乱はなかったじゃないですか。まあ、そうか、そこまで。インセプションはちょっとあったかもしれないけど、インセプションはあるでしょ。あれこれ今、第何階層の夢だっけみたいな感じのね。というわけで、まあ、むちゃくちゃこれ優しくない映画だなと思いました。うん、じゃあ、ね、まあ、映画館で見る価値があるか否かっていうと、うん。うん。まあね、映画館で見るしかないんですよ。映画館で見るしかない感じがするな。なぜならね、この優しくない映画をサブスクで家で見ても絶対集中力持たないんですよ。絶対は言い過ぎた。絶対は言い過ぎたけど、集中力持たないですよ、こんなん。うん。まあ、もしかしたらね、こう、右手にこうパソコンを持って、こう、なんか、パソコンで調べながらね、あ、今この時系列か、みたいなね、こう、なんか、逆にウィキ見ながら見るみたいなのもいいかもしれないですけど、まあ、ちょっと映画的体験っていうより、なんかこう、研究って感じですよね。そうね。もう感じるしかないよね。わからないからこそ。難しいからこそ。予想してるんですけど、これ本当に事前知識なしで行った人は、何人かね、寝ちゃうと思う。だってほら、人間、こう、よくわかんない難しい話されると眠くなるじゃないですか。うん。皆さん、学生の頃経験したと思いますけど。それをね、それになる人がいるんじゃないかなと思うんで、ちょっとこう、そういう意味では、デートムービーにはお勧めできないですよね。デートムービー、これ行くのすげえカップルじゃない？なんか、これ行ってめっちゃ楽しかったってなる。いや、だから付き合ってたらいいかもしれないけど、これから付き合うみたいなところで、ああ、それはね。危険じゃないなんか、絶対終わった後感想を言い合うときに、ちょっと気まずいポイントが中で、今言ったポイントですよ。よくわかんなかったとか、寝ちゃったみたいなね、そういう可能性がありますよね。あるかもね。確かに。だから本当にデートムービーで行けるのは、こう、なんか、ちょっと映画詳しいカップルか、理系の研究職カップルとかじゃないですか。理系の研究職カップル、楽しいんじゃない？楽しい。ちょっと最高だよね。それ最高だよね。ちょっと想像してたけど。楽しそう。そう、楽しそうだよね。とか、ちょっとこう、歴史に詳しいカップルとかね。そういう感じで。ね、なんか。まあ別にカップルじゃなくてね、別に友達と行けばいい話なんですけど。うん。なので確かにね、私もアドバイスでウィキ読んでから行ったから、それはでかかった気がするな。なかったら置いてかれてる可能性はあるよね。ただまあ、こう、なんか日本人的視点でどういう価値があるかなって考えたときに、さっき言ったように、こう、日本側の視点ってまあ、めっちゃ刷り込まれてるじゃないですか。うん。じゃあ向こう側の視点って、機会がないと見ることないと思うんですよね。うん。例えば向こう側の視点としては、例えばまさに原爆を落とした B29 のパイロットのドキュメンタリーとかもあったりするわけですよ。なるほどね。飛行機の中でどういうことが行われてたかみたいなのがあうん。ったりするし、まあ今回はね、まさに開発した人の話って感じでしたけど、だからそういう意味で、まあ一つそういう相対的な視点っていうのがあってもいいのかなって気はしますよね。うん。昔さ、パールハーバーっていう映画あったじゃないですか。あれもちょっと複雑な映画じゃないですか、こう日本人的な視点で考えると。そうだね。まあ、その時全然考えなかったけど、今思うとそうだよね。リメンバーパールハーバーっていう言葉があるようにさ、うん。アメリカ視点だとさ、あの屈辱を忘れないみたいなね。そう。みんな、そのイメージでね。パールハーバー忘れるなよみたいな、日本に食らわしてやるぞみたいな、こうなんかこう戦争の高揚させる出来事になったわけじゃないですか。うん。でも、こと日本だとさ、いや、本当はなんかアメリカはなんかそのパールハーバーの攻撃するって分かってて、あえて攻撃させたとかそういう話もあったりするじゃないですか。うん。って考えると、こうなんかね、まあ、しかも日本はさ、その後さ、ボロ負けしていくわけじゃないですか、残念ながら。ミッドウェー海戦よろしくみたいな感じのね。って考えると、こうなんか複雑な映画だったじゃないですか。そうね。そうで、ちょっとバランス取ったのがさ、父親たちの成長期っていう作品あったじゃないですか。はい。あれはなんかこう両方、嵐の二宮くん主演で、こうなんか日本視点とアメリカ視点両方描くみたいなね。クリント・イーストウッド作品、さすがって感じの監督作品。そうね。さすがって感じだね。そういう風に考えていくと。絶妙だよね、そのバランスの取り方。よくあのラインでかけたね。かけたで取れたなっていう感じだね。っていうのがあったりするんで、まあ、ね、まあ今回完全にアメリカ視点って感じだったんですけど。よもやね、こう二人とも見たんで、ちょっとクローズアップ現代の話聞かせてくださいよ。なんかこうネタバレとか。そう僕まだ見てないんですよ、実は。あ、そうなんですね。黒源どういう話だったんですか？まあ、本当にクローズアップ現代は、で、軽くこう、
オッペンハイマーはこういう映画だよっていうのをネタバレされた気分になったのは、まあ、オッペンハイマーの苦悩に焦点を当てるみたいな、こういう映画なんだみたいなことを言われてた気がするね。なるほどね。で、一番興味深い、うん。見終わった後で、うんって思うのは、ローランが撮ろうと思ったのは、なんか息子かな、確かノーランの息子と話したときに、息子さんの世代が、俺たちは今そんな、その核爆弾とか、うん。そこまで問題視してないよ。環境破壊とか気候変動とかの方が人類的にやばいと思うみたいなことを会話の中でしたんだって。ノーラン的にはそれがかなりびっくりしたと。で、この映画を見て何か感じ取ってほしいみたいな、そんなようなことを言ってたような気がするんだけど、それぐらいかな、要素として。まあ、動機の一つというかね、何のために。そうそうそう。おっと思ったのは、クローズアップ現代で。子供めっちゃいるじゃないですか。4人ぐらいいるじゃないですか。まあそんなにいるんだね。親父がノーランか。親父がノーランか。どんな気分なんだろねえ、わかる。う。偉大すぎる親父の一人いいで。です。なので話戻すけど、はい見て、うんやっぱり核爆弾、怖いなっていう気持ちは、ちょっと怖いなというか、リアルに感じるようになった気はしますね。ああ、なるほどね。うんこういう兵器がうんあるんだっていうところ。そうね。なんかこう、当たり前なんだけど。まあ、こう、なんか、抽象的に怖いっていうよりかは、なんかこう、ものとしてね、こういうものっていう、なんかこう、具体的に見せてもらった感じはするよね。まさにその、作ってる過程からさ、こう出荷されるまで見届けるまで、そうね。あーっつって、車に運ばれていくみたいなね。どうなんですかアカデミー賞7冠は納得なんですか？納得なんじゃないですか。面白かったっすよ、やっぱり。やっぱ3時間持つね。本当に。ちゃんとやってると。でも集中力いるよね、本当に。集中力いるね。仕事でクタクタの、強いてお勧めするとすれば、レイトショーはやめとけって感じですよね。疲れた頭で行くと、何にも入ってこない可能性あるよ。あと私なんか最後、うんアインシュタインさんがめっちゃキレて、うんムスッとして、こう帰ってく前のセリフが本当に最後明らかになるじゃないですか。はい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 。あれでなんであんなムスッとしてたのかちょっとよくわかんない。どういうムツッとしたのは、アイアンマン視点でしょ？そうそうそうそだからまあ、一つはそういうふうに見えただけっていう可能性もあるし、う。はあ、はあはあはで、もう一つは、そのアイアンマンがその水爆推進派なわけですよ。あ、はいはいはい。で、アインシュタインはなんかラッセル・アインシュタイン宣言っていうのがあるように、うんうん。あんまり核兵器反対派なわけですよ。だから目の前にさ、なんか水爆推進派のアイアンマンがいたらさ、あ、こいつみたいな感じになるじゃないですか。なるほどね。で、受け取ったらいいんじゃない？最後の会話とあの表情は別にリンクさせる必要がないんだね。そうまあまあ、そこまで強くは。そうね。まあ、ただほら、なんかまあ、いわゆる核兵器というものを作ってしまった、同じ科学者としての責任。ああ、なるほどね。まあそうか。それで、あの表情か。それは確かにありそう。まあ、受け止めなきゃねっつって、同じ科学者としてっていう解釈もできると思うしね。だから急に押し付けられたから、お前もな、みたいな。そんな感じもあったの。オッペンハイマーが大変ですね、みたいな。ただほら、アインシュタインもその理論的なところで、うん。関係してるって言われてるから。ね、なんか、お前も同罪だぞ、みたいな。そう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 。まあ、ニュアンスもちょっとあったもんね。だから同じね、その核兵器というものを生み出してしまった、その理論のその基礎を築いたのがアインシュタインみたいなところあるじゃないですか。うん。だから反対でいうソフォーに邪魔されてるやつですよ。基礎物理学の方で基礎物理学みたいなね。そうだね。3体がいたら。 3体がいたら、いやまあそれは置いといてね、3体の話やめよう。はい。まあっていうところがあるんで。で、割となんか戦後はそういうふうに脱線、アインシュタイン宣言があるようにね、割と反原爆の姿勢を貫いてるっていうところを考えたら、まあまあまあって感じじゃないですか。うん。なるほど。ちなみにアインシュタインね、日本に来たこともありますしね。なんか聞いたことあるな。
来たことあるんですよ。まあちょっといい話と悪い話両方あるんで、まあこれ以上進めないですけど。アインシュタインだけいいっすよね。なんかこう、パッと見で識別できるじゃないですか。多分唯一ね。うん。なんキャラか、になってんなと思うよね。そう考えたらキャラクターとしてね、さすが作品の、さすがアインシュタインさんだよね。ワクワクする。ああ、アインシュタインさんだーってなってそうそう、出てくると。だからこう、いろんな科学者が出てくる中で、唯一あんまり知らなくてもアインシュタインだけはこう認識できるんじゃないかって感じですよ。わかる。もう一個そのね、優しくない話で言うと、こう、ユダヤ人っていうところも確かにポイントとしてあったなっていうとね、アインシュタインのああ、そうか。ユダヤ人とこうドイツの関係とかこう知らない人は、まあいないとは思うけど、ちょっとわかんないと、なんでこうなるんだみたいなところもあったりするじゃないですか。そこら辺のこうなんか、こう科学者も一枚岩じゃなくて、なんかいろんな派閥があるんだなっていうね、どこにしてるかみたいなのね、そこあったりして、そこら辺のね、学会の力学ってあるんだな、みたいな感じですよね。まあまあ、そんな感じですかね。そうっすね。いや、いい映画でしたよ。面白かった。どうなんだろうね、お客さん、これスタート何位か知ってます？いやー、結構低いんじゃない？ 7 位ぐらい、日本で。あ、それはないか。いや、いいとこじゃないですか。いいとこじゃないです本か。4位です。当。4位。うんうん。はい。3月の、映画興行ランキングで4位ですね。でも、そうね、デートとかで行く感じじゃないの？そうね。やっぱり。うん。家族とか、あと、いや、だからそれを象徴するかのようによ、公開、オッペンハイマー公開日のそのランキングなんですけど、1位変な家ですよ。うんうん。これはもうデート友達とかとね。そう、うんデートムービーにも使えるじゃないですか。2位、劇場版配給ですよ。熱いファンが支えてるでおなじみの。うん。 3位、映画ドラえもん、のび太の地球シンフォニーですよ。まあまあ、そういうところですよね。春休みのフそりゃそうよ。ァミリー映画じゃないですか。で、5位、ゴーストバスターズですよ。そんな感じでしたね。まあ、こっからこうちょっとオッペンハイマーがこう増えていくかどうかは、でもさ、関数は多いと思うんだよね、公開関数は。うんうんうん。言うてアカデミー賞、作品賞じゃないですか。関数は多いと思うけど、まあなんか予想より入んなかったねって感じになりそうな気はしますよね。意外とね、早く終わりそうだし。こうやってさ、なんかちょっととっつきにくいみたいな話しちゃうと良くないよね。わざわざ、だからこう、休みの日にこう難しいこと考えたくないっていう人もどうやら一定数いるみたいなんでね。なるほどね。まあ、それはそうだけど。いや、でも面白かったですけどね。本当に、一人の男の原爆のこと撮ってる気がするけど、人というより。で映像めっちゃかっこいいよね、やっぱり、ノーランさん。そうね。まあそこは間違いないよね。ね、センスがやっぱり、音も映像もめちゃくちゃいいからな。わざわざ IMAX で見るとは全く思わないけど、まあ映画館では見てほしいなって感じですよ。うんうん。こんな感じですかね。そうね、こんな感じですね。というわけで、来週から来週ぐらいには、将軍結構見たよっていう話しましょうか。3話以降の。じゃあ、今回はね、2週にわたって収録したオッペンハイマーネタバレ感想編ということで、ぜひ映画館でご覧くださいというところで。楽しかったです。面白かったです。じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。